タルレンタカーの旅3日目。今日は函館の朝市からスタートです。函館朝市は250もの店舗が集う道内随一の規模を誇る朝市。 JR 函館駅から徒歩約1分の好立地。その一角にある朝に市場は函館朝市のメインとも言われるエリアで、室内型の市場が広がります。朝に市場の目玉である元祖カツイカ釣り堀は、釣り堀で自分が釣ったイカをさばいてもらい食べることのできる人気スポット。実は朝から整理券を配布していて、9時半頃に着いた我々がラスト1匹分の整理券をゲットして、このイカをゲットしました。カツイカ釣り堀は水槽の高さは60センチと、未就学児の、子供でも十分に楽しめると思うんですけども、釣った後はお待ちかね、食べることができます。実食できます。釣ったイカはその場でこのようにさばいてくれます。この足の先っぽを落とすのは何で落とすんですか？先っぽって日本にね、はい、これは食音っつってね、はい、獲物を取る足なんですよ。はいはい、で、中にね、獲物を構えてるカニが入ってるの。入ってるんですね、小さいカニが。それはカツイカだから、はい、お客さんがね、カニアレルギーもありますしね。胃に噛みつくと大変なことです。あ、胃の中でね。はい。たまにね、胃がくするけど。それで切られるんですね。はい、そうです。見事な包丁さばきでしたけれども、すぐそばのテーブルで刺身としていただくことができます。カツイカの美味しさは格別、歯ごたえも最高でした。続いては函館朝市広場のすぐそば、海鮮加工食品函館金煮さんの朝市名物カニまんをいただきました。カニまんはズワイガニ 100% の中華まんじゅう。お肉もかまぼこも一切ないカニ肉の中華まん。道産の玉ねぎの甘さもマッチして極上の一品でした。続いてはこちらも朝市からすぐ、長谷川ストアさんへ。函館市内近郊に全14店舗を展開するローカルコンビニ。こちらの名物が焼き鳥弁当。店内でオーダー後に焼き上げる焼き鳥を熱々のご飯にのせた函館にしかない長谷川ストアの名物お弁当。ちなみにお肉は豚肉。熱々のお弁当を開けたら蓋を上手に使って串を抜きます。海苔がご飯の全面に敷かれているのも最高です。この塩味も美味しかった。道南地区では鶏串も豚串も焼き鳥と呼びます。単品で鶏肉や牛肉もありましたし、タレやトッピングなども自分好みにアレンジできます。美味しかった。車を走らせて大沼へやってきたのは、2019年にオープンした男爵芋のテーマショップ、男爵ラウンジ。男爵芋発祥の地である七重町の観光スポットです。館内は日本空間デザイン賞を受賞したおしゃれな空間。展示を通じ男爵芋の誕生のエピソードを知ることができるほか、お芋にちなんだグッズやお菓子、世界のポテトチップスなどお土産も満載ですが、お目当ては揚げたてのポテト。こちらフレーバーやディップが選べるのですが、今回は卵マヨネーズと塩辛をチョイス。揚げたてのポテトはカリカリで中はふんわり。男爵芋の味わいが深く絶品でした。実は明日もリピートしちゃいます。お隣には七重町の道の駅七井戸七重。周辺の農産物や加工食品などが並ぶこちらも観光拠点。
珍しい北海道名物ガラナのソフトもさっぱりとした味わいでとっても美味しかったです。大沼国定公園へ向かう途中、目的でもありました山川牧場ミルクプラントへ到着。業界人がうまいと称賛するソフトクリーム、山川牧場のソフトクリームが味わえます。函館三大牛乳の一つとされる山川牧場、道内では珍しいジャージー牛とホルスタイン牛のブレンドで作り上げる牛乳は濃厚なのに切れ味のあるオリジナルミルク、数々の賞も受賞しています。施設内では当然のことながらソフトクリームや牛乳をいただくことができます。また隣接する牧場の横に子牛のアパートがあります。子牛だけは間近に見ることができるのですが、これが可愛い。心から癒されました。車を走らせ大沼国定公園へ。大沼国定公園は昭和33年全国で13番目の南北海道唯一の国定公園となりました。新日本三景にも選ばれており、活火山である駒ヶ岳やいくつもの小島が浮かぶ大沼湖、さらには小沼、純菜沼湖などが広がります。いやー、見せられました。続いては消費期限1日、大沼名物に突撃。それは沼の屋の大沼団子。創業明治38年、この店でしか味わえない伝統の味。2日目にはその繊細な柔らかさを失ってしまうため、当日中のみ食べることが許されたお餅。2つに分かれた容器に入っており、1つは大沼湖、もう1つは小沼湖を表現。餅が沼に浮かぶ小島に見立てられています。味はあんと醤油、ごまと醤油の2種類。どちらも国定級のうまさでした。続いては函館に戻りまして、賞味期限30分のクレープをいただきます。函館の港と夜景が見える小さなケーキ屋さん、アンジェリック・ボヤージュ。全国から年間約20万人ものお客さんが殺到する人気店、奇跡のケーキ店と称されます。中でもたっぷりの生クリームとフルーツが入ったもちもち生地のふんわりクレープは、ブリュレされたサクサクパイと優しくて深いミルクの味わいが楽しめる一品。これは感動ものでした。続いては函館山の裾野に広がる元町ベイエリアへ。金森赤レンガ倉庫周辺は明治時代の倉庫群を改装したショッピングエリア。函館土産も観光もこの周辺にみっちり詰まっています。函館周辺のスイーツ店や海鮮市場などもあり、1時間程度では全然回りきれないほどの施設でした。さて、続いてはその金森倉庫のすぐ近く、函館市民のソウルフードシスコライスのカリフォルニアベイビーさんへ伺いました。店内は大正時代に建てられた郵便局をリノベーション。1976年創業の老舗アメリカンダイナー。こちらがシスコライス。山盛りのバターライスの上にグリルした大ぶりなソーセージ、そして濃厚なミートソースがたっぷりかかったこのお店発祥のワンプレートグルメ。ミートソースとバターライス、この組み合わせは思いのほか美味しく、大ぶりなソーセージも本当に美味しかったです。函館出身のアーティストグレイさんやジュディマリさんもたびたび話題にしているので、ファンの聖地としても知られています。これぞソウルフード。
今まで出会ったことのなかったグルメに出会えて感謝。シスコライスで終わりで、本当はここで行く予定ではなかったのですが、 K さんと2人でラーメン屋に突撃。函館駅前の信濃さんへ入りました。せっかく函館に来たので塩ラーメンを頼みます。北海道のラーメンといえば札幌の味噌、旭川の醤油、室蘭のカレー、そして函館の塩。実は苫小牧が室蘭カレーラーメンの発祥の地ということで食べたかったんですが、お目当てがお休みだったんで、今回の北海道ツアーでは初めてのラーメン。鶏ガラと豚骨、数種の野菜に昆布で取った透き通ったスープ。あっさりということでしたが、塩ラーメンとしては意外と濃厚なスープ。地元に愛されるお店の味を堪能できたのはとっても良かったです。お麩が入ってるのもいいですよね。いや、美味しかったですね。すごい濃厚で、スープが意外と昆布の味がしっかりと出てるっていう感じで美味しかったです。ごちそうさまでした。シスコライスに塩ラーメンとちょっと食べ過ぎたので駅前散歩。まずは光の屋台大門横丁へ。JR 函館駅より徒歩5分の距離にある屋台村。26店という出店数は東北以北最大規模の屋台村。ラーメン、居酒屋、天ぷら、寿司、ジンギスカン、バーなどと並び、世界のビールを楽しめるお店やイタリアンなど幅広いジャンルの店が並びます。お店をはしごして食べて飲めるのが魅力の屋台村。地元の人も利用する人気のナイトスポットです。そして2019年年末に誕生した函館駅前横丁。昭和の街並みを再現した街の中に多くの飲食店やお土産屋が入っている商業施設なんです。駅前商業施設運び場の一部となるんですけれども、昭和レトロな街並みは細部に細かな演出が施され、ニヤニヤしながら街並みを眺めました。とはいえ午後8時を過ぎてほとんどのお店は閉店。もっと早く来ればもっと楽しめたんじゃないかなと思います。ということで、明日は函館を後にして内陸部のニセコ経由小樽に向かいます。それではまたお会いしましょう。